こんにちは。こんにちは。それでは今週の鳥海さんの深掘りです。時間を有効に使えるピーチの羽田空港深夜早朝発着のソウル行き台北行き。さて今回は3年ぶりに復活した羽田空港発着のピーチのソウルや台北へ向かう深夜早朝便について、実際に年末に使用した鳥海さんが深掘りをします。はい、コロナが明けてきたのか、少し落ち着いてきている中で国際線が戻ってきてますけど、ずっと羽田空港、国際線若干飛んでたんですけど、もう早朝深夜はほとんど便がない状況だったんですけど、インバウンド、特に韓国、それから台湾、東南アジアのあたり増えましたよね。もう年末も羽田空港すごい人だったんですけど、いくらテレワークが増えたとはいえ、特に自分を指してるんですけど、どうしても行ける時間が限られて、1泊でもの日帰りでも2泊でも、この深夜を上手に使っていくことで、出かけられるっていうそういったケースがある中で、その羽田空港って今 LCC っていうのは基本的に国際線昼間は飛ぶことできないんですよ。発着枠の関係で国と国とのそういうルールがあって、でも早朝深夜はある程度 LCC も入っていいですよっていうところで、ピーチの LCC のピーチが前は羽田からソウルとそれから台北と上海3路線、早朝深夜の枠を使っていってたんですが、そのうちの、ソウルと台北が復活して、でこの間僕がソウルからの帰りにちょっと利用してきたんで、その時のちょっとことも踏まえてちょっとお話をしたいと思いますが、時間帯的に言うとまずソウル行きですね。深夜1時55分出発。1時55分だから、過去に僕一度乗ってますけど、終電で空港に行くって感じです。12時ぐらいに着くモノレールで確か行ったと思うんですけど、仕事終わりに行けます。仕事終わりもかつ家に帰ってから行きますよ。基本的にもうだって家を、空港まで1時間ぐらいの方であれば11時ぐらいで夜家を出ればいいので、だから家に帰ってご飯食べてお風呂入ってから空港に行くっていうそういった形で行くことができて、で1時55分に出てソウルに朝の4時30分。これがねたまらなくきついんです。っていうのは結局フライト時間が2時間半、飛んでる時間が多分ね2時間15分20分で、で深夜って空路も空いてるし、着陸待ちがないんで、本当離陸も早いし着陸も早いんですよ。4時半に着いて入国してももう5時ぐらいに大体出ちゃって、電車が動き始めるの6時とかだし、早く行ったところで朝ごはんの店も開いてないんで、結局空港内の硬い椅子で大体なんとか横になるとこ探して2時間寝るとかやりましたけど、正直元気じゃなきゃできないっていういうところは非常にあります。ただ安いチケットで本当に1万円切るチケットも片道普通に出るので、だから値段、夜行バスの感覚で行くけど飛行機乗ってる時間は2時間もないし2時間ぐらいだしなっていうところがあるんですけど、ただそういう感じで深夜のうち行っちゃうんで、もう朝から例えばコンサートは朝ないな、イベントとかその観光地行きたいとか、金曜日仕事終わって行きたいとかっていう時に非常に便利なんですけど、で僕はね行きよりも実は帰りのファンなんですよ。っていうのは帰りがソウルのインチョン空港22時40分出発で、羽田空港に深夜0時55分、1時前ですね。でそうすると結局一番いいのはもう例えば自家用車を持っている方であれば、羽田空港で車を止めといて、それで家に帰るってことができるし、例えば23区近いとこだったら、タクシーで、5000円とか下手すると1万円しちゃうかもしれないけど、2人3人いれば、成田エクスプレスとか京成スカイライナー成田だったら片道3000円ぐらいかかるんで、もうちょっと1万円高いかもしれないけど航空券を安いと思って割り切っていくっていうやり方もあるのと、それと究極の技は、羽田空港に新しく今度はビラフォンテーヌというホテルができて12月の、20日過ぎぐらいにオープンしたので、でそこ一応お風呂と休憩施設が、深夜料金4000円ぐらい取られるので合計8000円くらい取られちゃうんですけど、
そこで朝までいるっていう手、あとはもう空港のベンチで朝までいる。でさらに言うと、タイムズのカーシェアってあるじゃないですか、街中。あれがね、さっきの羽田空港の第3ターミナル直結のビラフォンテーヌのホテルの駐車場できたんですよ。最近、今度この数週間の話で。いい情報ですね。で、深夜パックみたいなので、多分ね、1500円ぐらいで、それが返さなきゃいけないんで、だから1回夜中1時で家帰って荷物置いて寝て、朝車をまた返してまた電車で帰るってちょっと面倒だけど、ただ1500円とか2000円ぐらいで借りれるので、お金的に考えたらそこまで悪くはない。もしその遠くないところであれば。で、昔はその深夜2時とかに都内とか川崎とか横浜行くバスを出してたんです。まだこれが復活してないんで、そういったことはありますけど、深夜でそういう風に行くことができるっていうメリットはあると。で、もう一個台北ですね。台北に関しては今度出発が朝の5時55分です。なので、今言葉がなくなりましたね。そうすると大体4時ぐらいに空港に行くって感じになるので、これも自分の車で行くか、もう割り切る方はさっきだ、終電で12時ぐらいに羽田に行って空港のベンチで寝るか、8000円払ってもいいんだったら、さっきのビラフォンテーヌの、温泉で岩盤浴もありますから。寝すぎて起きれないんじゃないかなっていう危険はありますけどね。でも5時55分に出発すると台北に8時55分に着くので、ちょっとね、入国審査が意外とこの時間混んでることはあって、大体いつも行くと9時半から10時ぐらいにターミナル出るので、確実にランチ、11時のランチには間に合うっていう便なんで、そうすると家で寝て、タクシーで行くなり、何らかしらして、深夜行っちゃうか空港して、出発すると朝早くから過ごせると。でこちらも帰りの便が、夜の8時55分に、20時55分に台北出発なので、これソウル発もさっきの22時40分ですけど、早めの夕食で、ソウルだったら多分で6時ぐらいからこの間行った時も夕食食べてから間に合いましたけど、早めにちょっと夕食を食べて、やっぱり同じく0時50分に、ソウルからの便が0時55分ですね。1時前に着くので、そうすると頑張って帰ってちょっと寝ればそのまま翌日普通に仕事できるっていうところで、深夜便って結構体きついけど、特に羽田から30分1時間以内で帰れる、車で帰れる人にとってはやっぱ深夜2時でも家帰って寝て、翌日仕事なりって方がまだいいかなっていうか、体は楽かなっていうのと、やっぱり現地の滞在時間が長いっていうのは嬉しいし、あとこのピーチ深夜便今日お話してるやっぱり LCC 価格で安いけど羽田に帰れるっていうか、羽田から出発できるっていうメリットもあるし、それと今ね、ソウルの場合で特に言われてるのが、この鳥チャンネルでもよく取り上げてるのがZIP エアって JAL の LCC ありますよね。でこれって成田発が朝発なんですよ。午前中発なんですよ。で行きは ZIP で行って帰りはピーチで帰ってくるっていう、その LCC の良さっていうのは今までの大手の会社だと皆さん往復で買わなきゃいけないっていうのは、今 LCC で基本的に片道単位で購入するっていうスタンスなので、そうすると僕もそうですが、この間はちょっと台北ってソウル行ったんで、この2都市を行っちゃってたんであれですけど、間はあれでしたけど、帰りだけこのピーチを使って、で僕はちょっと年末でちょっと高めで2万円ぐらいでしたけど、安い時は本当1万円台前半とか1万円切ることもあって、燃油サーチャージ、燃油サーチャージいらないんです、その税金込みでっていう。でもソウル東京なんて1時間半ですよ、飛んでるの深夜だと。もうすぐ着くんで、でもう別に食べてから乗るから機内食いらないでしょ。飲み物は機内で買ってもいいし、乗るときに買っちゃってもよくて、普段フルサービスキャリア大手慣れてる人だったらもう2000円かな、1500円が2000円払うと足元の広い非常口前とか、そこ取っちゃえばもう全然苦でもなんでもないし、それでやっぱり深夜のうち家帰れるから次の日普通に動けるのが、ちょっと眠いですけどね。だからよくね、最近皆さんやってるのは海外から戻ってきた次の日はテレワークにすると、9時にパソコンつけられればとか10時にパソコンつけられる状況であれば1時に着いて家に2時過ぎに着いて、そこで寝ればなんとか午前中のテレワークには全然間に合うっていうのもあるので、なのでこのピーチのこの羽田ソウル、それから羽田、台北、この2つの路線っていうのは使い勝手がいいですので、ぜひ皆さんも使ってみてはいかがかなというふうに思います。
では以上今回の深掘りコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。